パパ、待ってくれよ。俺たちはまだ納得してない。お前たちが納得をしようがしまいが関係ない。俺の気持ちは変わらないからな。本当にパパが犠牲になるしか方法はないのか？ウィルから聞いた話だ。間違いはない。なんで言い切れるんだよ。あいつはタロッコの制作者だ。タロッコのことを一番理解しているのは奴だろう。だから俺はあいつの言葉を信用し契約をした。俺には対価として死を与えてくれとな。お嬢の言う通りだ。もしかしたら他の方法だってあるはずだろう。みんなで違う方法を探せばいい。なんでそれじゃダメなんだよ。スミレ、そしてリベルタ、お前たちはその身で感じているはずだ。時間がないということを。こんなのなんともねえよ。俺は全然平気だ。スミレの技も徐々に広がってきた。それに伴い痛みも増しているようだ。俺はこのアルカナファミリアのパーパだ。ファミリーにとって最善の方法を考える。ファミリー全員の犠牲よりたった一人の犠牲で済むのならそちらを選択するのは当然だ。どうか分かってくれ。わかるわけねえ。パパが犠牲になるなんておかしいだろう。パパは抱え込みすぎなんだよ。アルカナデュエロの時だって俺たちに黙ってたしな。けど俺たちにだって何かできるはずだ。ただ黙って何もしないなんて俺は嫌だ。それでも俺の意志は変わらない。パパ！諦めるのか、パパのこと。伝わらないから諦めるのか。ごめん、意地悪な聞き方して。お嬢が諦められるわけないって知っててこんな言い方した。俺の知ってるお前はそんなやつじゃないから。ああ、それでこそ俺の知ってるお嬢だ。んじゃまずは情報収集だな。パパを助けたくても他にどんな方法があるかわからない。考えても出てこないしな。だからまずは情報収集。諜報部ではこれが基本だ。他の奴らにも聞いてみよう。もしかしたらジョーリーあたりならいい情報知ってるかも。よし、じゃあ館にいる奴に片っ端から声かけていこうぜ。なあ、お嬢。辛いかもしんねえけど、今動かないときっと後悔する。だから頑張ろうぜ。お前のことは俺が支える。お前と俺ならできるはずだ。俺たち二人なら。そうだろ。べっぺー、その答えは不正解だ。
俺たちって言ったろ。礼なんかいいんだよ。お嬢はただうなずいてくれれば。そっか。んじゃ、調査開始だ。わかった。お前たちはいつもの仕事に戻ってくれ。お前たちか。僕に何か用か。ちょっと聞きたいことがあってさ。パーパのことか。分かってんじゃん。なら話は早い。タロッコの封印方法について知ってることないか。相変わらずだな、お前たちは。僕から情報なんて出てくると思うのか？わかんないだろ。もしかしたらってこともあるかもしんねえし。パーパを救いたいのは僕も同じだ。だが、闇雲に動いても事態は好転しない。お前たちは資料が足りない。考えてわかるならいいけど、そうじゃないだろ。だったら動くしかない。だが、今はそれでいいのかもしれない。幹部長執務室にジョーリーとダンテがいる。二人なら何か知っているかもしれない。考えなしに行動するのはお前たちの方が得意だろ。僕には向かない。なんか言い方は気に入らねえけど、つまり俺たちを見込んで任せるってことだな。行動力しか取り柄がないのなら、それくらいしか活躍の場がないだろう。なんだと？それくらいってなんだよ。行動でしか結果を出せないということだ。僕は足ではなく頭で結果を出す。くっさ、言いたい放題言えるのも今のうちだぞ。その言葉覚えておく。モンドの死以外にタロッコを封印する方法。そんなものが分かればとっくに試している。そう言うな、ジョーリー。お嬢さんもリベルタもモンドを助けたくて必死なんだ。分かっている。この状況下で普通にしていられる奴はいない。ジョーリー、お前も。他にタロッコを封印する方法を知っているとすれば、あいつしかいない。ウィルのことか。ああ、タロッコを生み出したあの男ならば、何らかの方法を知っていてもおかしくはない。確かに。あいつはお嬢の運命の輪についても知ってたし、詳しそうだな。星の力を運命の輪で変化させたことか。変化？ほら、アクアテンペスタの話だよ。メーベの星の力をお嬢の運命の輪で変化させたって。その話、詳しく教えろ。なるほど。タロッコと宿主の関係を変える力。ならばそれも可能になる。なんか分かったのか？いや、まだ足りない。私は先に失礼する。おい！あいつは相変わらずだな。
後で俺からも改めて話を聞いておこう。ファミリーの中で知ってるやつはなしか。ま、そう簡単にはいかねえよな。ひとまず今日は休むか。パーパのこと考えすぎてお嬢も疲れてるだろ。ここはつべこべ言わずにうなずくところな。ほら、ノルドに行った時言ってたよな。疲れていては必要な時に動けないからなってさ。俺部屋まで送るからさ、行こうぜ。パーパのこと一番ショックに思ってるのはフェルだ。今無理すればあいつが倒れる。ここは俺がしっかりしなきゃな。ウィル、あいつパーパの部屋かな。今動かなくていつ動くんだよ。こそこそと後ろをつけるなんて真似はしないで、堂々と出てきたらどうかな。その方が愚者らしい。気づいてたのか。俺を尾行しようなんて、よくそんな短絡的な行動ができる。ある意味感心するよ。そういえば君は諜報部か。なんとかメモの情報収集かな。それで尾行してまで俺に用があるんだろう。なら手短に済ませてくれ。俺は君たちが思っている以上に忙しい。パーパとのこと、パーパとお前の間には何があるんだ。ん？ああ、契約についてかな。本当にパーパはあんな契約許したのか。パーパの死が対価なんて。そこまで聞いているのなら俺から話すことはない。君たちが聞いた通りだ。俺は納得してない。パーパが死ぬ以外の方法が絶対にあるはずだ。それで俺が何か知っていないか聞きたくて後をつけていたのか。根拠もないのによく行動できる。それも愚者の差がか。何がおかしいんだ。パーパが死ぬかもしれないって時に根拠も何もねえだろ。俺は絶対にパーパを助ける。助けるというのは簡単だ。けれど彼を助けるために君は何を支払うんだ。支払うってどういう意味だよ。世の中は等価交換で成り立っている。モンドと俺の契約もそうだ。何かを願うのならそれ相応の対価が必要になる。わけわかんねえこと言ってんなよ。パーパの命に釣り合うものなんてない。モンドの中ではネーベたちが新たにタロッコと契約し能力を得ることと自分の死が同じ重さだと認識している。周りが違うと思ってもその契約は成立するんだ。俺は近いうちにモンドに対価を支払いに行くよ。それが契約だからね。話は終わりかな。俺もそろそろ戻らないとネーベに怒られそうだ。おい待てよウィル。何事も等価交換。それとも無理やり引き止めて話を聞き出すか。ペンスエロ。
本当に君は浅はかだ。言葉には責任がある。それをよく考えた方がいい。タロッコの制作者である俺を攻撃して、ただで済むはずがないだろダンテと同じになるって言いたいのか。う。ああ、そうだよ。だから、失敗してよかったんじゃないか？失敗。けど、この頭痛。まだ気がついていなかったのか。その頭痛の原因に。俺は忠告しておいたはずだよ。能力はそんなに簡単なものじゃない。人助けなんかに使うようなものではね。能力を使うには代償がある。もちろん、君の契約するタロッコにもね。俺の代償。けど、今までそんなことなかったのに。タロッコの力を使えば、対象として生命力を奪われる。それは君も知っているだろう？宿すタロッコによっては、それ以上の対価を得ようとするものもある。例えば、運命の輪とかね。王将のタロッコ。ああ。現に君のタロッコは、今まで特別なものは要求してこなかった。けれど、それはこれまでの話だ。世界のタロッコの運命が変わった今、求める対価も変化した。今世界は、他の大アルカナの契約者から生命力を得ている。世界の両隣の愚者と審判から多く奪われているようだが、結局は同じ状況に陥るな。それって俺だけじゃなく、王将やみんなも。ああ、どの大アルカナの契約者にも起こりうる話だ。もちろん、お嬢様にもね。世界への供給が止まらない限りはね。じゃあ、俺はその供給ってのを止める。どうすればいい？それが、モンドの死だよ。それだけは認めない！君の心意気は素晴らしいが、もう少し自分の行動を振り返るといい。でないと、大事なお嬢様のそばにはいられなくなるよ。俺はお嬢のそばにいたいと思ってる。愚者の代償は何だと思う？え？生命力を奪われるようになり、表面化してきた君の代償。愚者としての代償だよ。代償として、自由を支払わないと彼は納得しない。自由を愛するイルマットはね。やっぱ旅はいいよな。今度また一人でどっか。あ、いや、違うか。二人で、だよな。なんで一人なんて考えたんだ？もしかして、俺がお嬢のそばにいられないっていうのは。自由を愛する愚者が、この場に留まることを望むかな。俺にはそうは思えないけどね。望む？抗ってみればいい。君の代償から。ファミリー全員の犠牲より、たった一人の犠牲で済むのなら、
そちらを選択するのは当然だ。どうか分かってくれ。抗ってみればいい。君の代償から。パーパの死と引き換えにタロッコを眠らせるなんて、俺は嫌だ。それに、俺はお嬢のそばを離れる気もない。ってまたかよ。ああ、こんなにあざが広がってる。いつの間に。俺がまた能力を使おうとしたせいか。本当に時間がないんだな。この格好じゃさすがに寒かったが。けど、今の俺にはちょうどいい。まとまんねえ！何を一人で大声を出しているんだ？なんで？やっと見つけたぞ。あちこち探していたんだが、今までどこにいたんだ？いや、その辺を。まあいい。ジョーリーが話があるそうだ。執務室まで来てくれと言っていた。ジョーリーが？さっきのこと、何か分かったのか？わからん。だが、お嬢さんとお前を呼び出すということは、進展はあったと見ていいだろう。そっか。よかった。行くぞ。お嬢さんは先に向かっているはずだ。おう。何か悩みがあるなら遠慮はするのよ。リベルタ。悩み？そんなのないって。ならいいが、お前は昔から何かあると決まって甲板で海を見ていた。だから今回もそうかと思ったが、俺の思い過ごしのようだな。そうだよ。それに俺、そんなに海見てねえし。そうだったか？そうだよ。ったく、ダンテは考えすぎなんじゃね？待っていたよ。これで揃ったな。始めよ。始めるって何を？これからお嬢様には運命の輪の力を使ってもらう。はあ？運命の輪を使う？ジョーリー、きちんと説明しろ。それじゃわからんだろう。昼間に聞いたアクアテンペスタでの話。星の力を運命の輪の力で変化させる。お嬢様の運命の輪が星の力に何らかの影響を与えたことは間違いない。ああ、他者の願いを叶える能力は能力者。それに類するものには使用できなかった。ネーベのことと俺たちのことが何か関係あるのか？なければお前たちをここに呼ぶはずがない。そりゃそうだな。それでさっきの運命の輪を使ってもらうにつながるのか？そういうことだ。リベルタ、お前に運命の輪を使う。はあ？俺に？つまりアクアテンペスタの事例はどの大アルカナの契約者にもあり得るということだ。
大アルカナを持つ者すべてに運命の輪は影響を与えることができる。使う相手との間に強固なつながりがあれば可能だろう。力の強化さえできればタロッコを封印できる可能性はある。リベルタの持つ能力であれば試す価値はあるだろ運命の輪には代償があるんだろ。なのに大丈夫なのか。う。運命の輪を回してもお嬢様の恋人たちが補ってくれるはずだ。それともお前とお嬢様の間には補うほど絆がないと思っているのか。そんなことない。俺とお嬢には切れない絆が。その繋いだ手のように切れない絆があると別に実縁はいらないが。思わずもう少し握っててもいいか。ジョーリー、大人げない真似はするな。それで私の話は理解できたのか。ああ、俺の能力をお嬢の運命の輪で変化させればタロッコを封印できるってことだよな。そうだ。お前にしては理解が早くて助かる。では協力してもらえるということでいいな。ああ、俺とお嬢の絆があれば運命の輪を使うことだってできるはずだ。俺はお嬢の決意を押す。パーパを助けたい気持ちは一緒だからな。では明日試すとしよう。いいか、二人とも。おう。